新作が公開された映画アバターですが、画面の中で生き生きと動き回るジェイクやネイトリの姿を見て感動した方も多いかと思います。マクファーレントーイズから発売されているジェイクたちのフィギュアが気になっている方も多いんじゃないでしょうか。そこで今回はパンドラ側のフィギュアを一挙にご紹介させていただきます。ぜひ最後までご覧になってみてください。このチャンネルでは SF 関係のフィギュアやプラモデルをご紹介していますので、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。つるくんです。今回は映画アバターからパンドラ側のフィギュアを紹介していきます。まずはジェイク・サリーのフィギュアからご紹介していきます。フィギュアのジェイクには2種類あって、前作のアバターの舞台である森をメインとしたコスチュームのジェイクと、それから今回ウェイ・オブ・ウォーターで出てくる海を舞台にしたジェイクと、2種類のフィギュアが用意されています。それでは早速森のジェイクの方から開封していきます。パッケージは横にジェイクの名前、ボックスの裏側には板紙に載ったジェイクの写真が載っています。手首の替えが2つついてます。それからナイフと矢ですね、武器の方が2種類ついてます。これが森のジェイクですね。一応尻尾も動くようになってるみたいですね。森バージョンのジェイクのフィギュアになります。どんどん開けていきましょう。こちらが海のジェイクになります。こちらにジェイクの名前とリーフバトルって書いてあります。裏は、新しい乗り物ですね。なんか飛び魚みたいなやつですね。新しいスキムウィングっていう乗り物に乗ったジェイクの写真が載ってます。やっぱ髪型が少し変わってるみたいですね。大きさは当然一緒。服装の方が結構変わってますね。で、付属品が海バージョンは銃と斧とナイフ、森バージョンは弓とナイフと手首が2つという感じですね。これ弓用の手首なんでしょうね。ジェイク・サリンの開封は以上となります。それではフィギュアの方じっくり見ていきましょう。こちらのフィギュアはアクションフィギュアになってますので、各関節を稼働させることができます。どのぐらい動くか少し見ていってみましょうか。まず頭から。頭に関しては左右と、あと若干上下動ができるようになってます。髪の毛の方が少し邪魔をしていて、あまり上下動はできない感じですね。若干下向きに多く動くような感じはありますが、逆に言うと上を向くことがちょっとできないという感じですね。それから肩の方ですね。前後動ですね。それから上下に動くようになってます。またここに関節があって、少し隙間が見えてしまっているのが残念なんですが、腕を上げることができます。このぐらいが限界ですかね。当然腕は回すことが可能になってます。ちょうどこの腕の上腕の部分に回転軸があって、ここで腕をひねることが可能になってます。こんな感じですね。肘は二重関節になってますんで、
1段目2段目っていう風に可動域が結構確保されています。ただし関節に関してはクリッカブルなんですね。少しダン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 っていう風に動くような形になってます。へたれないという利点はあるんですが、細かい動きができないっていうのはありますね。それから手首の方は、回転させることができるのと、内側外側に曲げることができます。残念ながら上下には動かすことはできません。それから胴体の方なんですが、前後左右に、あと当然ひねりの方もできます。ただし若干緩めで少し隙間が見えちゃうところが残念といえば残念ですね。尻尾の根元が球体関節になってるんですね。この丸い部分に尻尾をはめて、いろんな方向に動かすことができる。ただし動かしすぎると外れやすいよという形になります。股関節の方は、前と後ろとあと左右ですねに動かすことが可能になってます。ただし前方向はそれほど動かないので、それほどその動き自体は大きくは取れないみたいですね。あと開く方はそこそこ開くようになってますね。股関節はこんな形で、開脚に関しては意外と開く方だと思います。回転軸はありません。歩いてるようなポーズは難なく取れると思います。それから膝の方ですね。ここも二重関節になってまして、結構硬いですね。二重関節ですからね、比較的よく動くような形になってます。それから足首の方ですね。これは当然前後ですね。前後。それからつま先の方ですね。ここが独立して動くようになってます。あと足の裏には穴が開いていて、付属のこちら台座の方ですね。足の裏に刺せば森のジェイクも海のジェイクも関節の動きに関しては基本的に同様です。今回のフィギュアの特徴として、ブラックライトを当てると光るという特徴があります。試しにこのブラックライトを当ててみましょう。体の方が蛍光色に光ってるのが分かりますかね。特に顔の入り墨的なものが光ってるのが分かると思います。上腕と胸、それから顔ですね。ここら辺は点々点々ってブラックライトを当てることによって光るという感じですね。森のジェイクも海のジェイクも光る箇所は一緒になっています。なかなかカメラだと分かりづらいんですが、肉眼だと蛍光色で光ってるのがよく分かります。面白いギミックではありますが、どうしてもブラックライトが必要だっていう話にはなりますね。あと装備の方なんですが、森のジェイクの方には替えの手首が2個付属しています。こちらの槍を持てるような手なんですかね。こんな感じですかね。抜き差しができるようになってます。で、こちらの手の方もですね、よいしょ。これは弓を引いているようなイメージの指なんですかね。ちょっと変わった形の指になってますね。あとナイフの方は森のジェイクも海のジェイクも同じものですね。で、この胸につけている鞘に、収めることができます。上に口が開いてるんで抜けやすいっていうのはあるんですけど、こちら、海のジェイクの方は銃がくっついてます。
それなりに汚し塗装とかも入っていて、そこそこ凝っているような銃ですね。ちゃんと銃口もへこんでますしね、人差し指がトリガーにかかってるような手首になってますね。あとはナイフがこっちにも付けられると。こちらがジェイクの2種類という形になります。こちらネイトリのフィギュアになります。やはりこちらも森のバージョンと海のバージョン2通りありますので、まずは森のバージョンから開封いたします。森のネイトリのフィギュアになります。結構装飾品が細かくできてますね。尻尾は軟質素材でできていて、可動がするようになってますね。こういったところも軟質になってますね。付属品についてはこちらの弓矢ですね、ナイフと、あとは弓矢用の手首が2種類付属しています。では続きまして海のネイトリを開けてみます。こちらが海のネイトリになります。ネイトリメトカイナリーフですかね。板紙に載ったネイトリの写真が裏側についてます。では開封しましょう。はい、取れました。服が結構違ってますね。あと髪型はそれほど変わってないみたいですね。裏の方はそれほど変わってない感じですね。尻尾を結んでる紐の色が変わってたりしてちょっと面白いですね。こちら弓の方がかなり大きい弓ですね。弓用の手首がついてないのはこっちを使えってことなんですかね。こっちは矢がついてるけどこっちには矢がついてないですね。こちらがネイトリのフィギュアになります。こちらが森のネイトリのフィギュア、こちらが海のネイトリのフィギュアになります。衣装の方なんですが、少しこの森のネイトリの方が水っぽい衣装なんですけど、どういうわけか海のネイトリの方は逆にこう茶系の森のネイトリっぽいような色になってるんですね。こちらも同じくアクションフィギュアになってますんで、各関節を動かすことができます。関節の動きに関しては基本的にジェイクの方と一緒なんですが、あと体型がこう細身になってますんで、ちょっとイメージがかなり違うかなという感じですね。可動の範囲については基本的に変わらないんじゃないかなと思います。こう隙間が見えないようになってるんですよね。ここら辺はちゃんと考えてあるんですね。こちら海の方も基本は変わらないですね。こういう手首のところとか一体のモールドになってますので、部品自体全く同じかっていうとそういうわけでもなさそうです。でこちらの方もブラックライトに対応してますんで少し見てみましょう。光ってるのが分かりますかね。主に顔と胸、お腹、あと上腕部分が光ってますね。であとは背中とかは光らなくて下半身も光ってないですね。で当然こちらの方も同様ですね。カメラのレンズよりは肉眼で見た方がボーっと光ってかなり綺麗に見えますね。
矢の方は2つともデザインが違っていて、こっちの森側の矢ですね、これを手に持たすことができます。こちら弓の弦を引いているような形の手首ですね。でナイフは両方とも同一のものがくっついてますね。ジェイクのナイフとはまた違ったものになってます。こちらがジェイクとネイトリという感じですね。でこちらのナイフはこの腰の部分の鞘に収めることができます。こんな感じですかね。こちらの方も手に持たせることができます。ゆるさもなくちょうどいいっていう感じかな。ただしこっちは替えの手首がついてませんので、この握った手首しかない感じですね。こちらがネイトリの2種類となっています。それでは最後に海の種族であるトノワリのフィギュアの方を開封していきたいと思います。ここには名前が書いてあって、裏は月見ウィングに乗ったトノワリのフィギュアの写真が載ってます。では開封していきましょう。よいしょよいしょ。やっぱでかいですね、トノワリ迫力ありますね。付属品はこちらの少しごっついナイフですね。それから槍ですね。こちらの槍の方が付属しています。やっぱりトノワリはでかいですね。こちらトノワリのフィギュアになります。海の種族ということでジェイクたちと若干変わったところがあります。尻尾の形状が特に変わってますね。こう泳ぐようになってるんですよ。ヒレみたいな感じで泳ぎやすくなってるんですかね。あと前腕もちょっとこうヒレっぽくなってますね。この足首のところも少しヒレっぽくなってますかね。あとは装飾品が結構多いですね。少しアーマーみたいな感じの装飾品ですよね。あと入れ墨が結構顔なんかにも激しく彫ってある感じですね。可動に関しては基本的にジェイクたちとほぼ一緒な感じですかね。相変わらず胴体が少し緩めなのが気にはなりますね。結構激しく光りますね。上腕前腕両方光ってますね。あとお腹もぼーっとこう光ってる感じかな。胸の部分、それから顔ですね。顔は結構激しいですね。少しぼやけたような光り方で結構綺麗ですね。あと装備品の方なんですが、こちらの槍の方ですね。こちらを手に持たせることがきつい結構きついですね。で付属のナイフの方は、若干きつめではありますが両手に武器を持てるという感じですね。なかなか戦士っぽくてかっこいいですよ。最新作のウェイ・オブ・ザ・ウォーターを見た方も多いと思いますが、こういった登場人物たちのフィギュアを見て思い出すのもいいんじゃないですかね。コレクションとして全種類集めてみるのも、いいかなと思います。なかなか出来の方もいいんじゃないかなという気がします。